皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は1年経ってもまだ届かないあの契約書どうなったということでお話をしていきたいと思います。いやー、これですね、もう正直もう動画の中で簡単にさらっともうね、ご説明して終わりにしようと思っていたお話なんですが、いやー、ちょっとこれはね、まだ語らんといかんなという事態に陥っておりまして、今回ですね、このようにお話をさせていただいております。で、これももう何度もこの話もこれ3回目ですかね。はい、3回目になりまして、なんでこんなことになってるのかっていう、もうきっかけとかね、また見ていただいたら、過去動画見ていただいたらいいかなと思うんですが、簡単に言うとですね、私この趣味の部屋、賃貸物件借りておりまして、もう1年以上経過しております。で、未だに契約書が届かないということで、今まで何回もですね、不動産屋に問い合わせても、あるんですけど、なぜか渡してくれないっていうね、状態が続いてました。で、それがだいぶ続いて私もしびれ切らしてですね、電話で、もうとにかくもうくださいということで、そしたらその不動産屋さんの営業さんがですね、だいぶ時間が経って私に電話をしてきて、で、直接会ってのやり取りをするということになったんですよね。で、直接やり取りをしてですね、そこからすぐ解決するかなと思いきや、結局まだその時も契約書持ってこられずと、いうことで、ただですね、結局、すぐに、もう送りますということだったので、もう大丈夫かなということで、そこまでを皆様にお話ししました。正直ね、こんな話するのどうかなっていうふうには、未だに思ってるんですけども、お話ししたのでね、もう気になってる方というか、ご心配されてる方、ありがたいことにいらっしゃいますので、この際お話をしておこうと思いまして、また続きを取っております。で、あれからですね、まただいぶ時間経ちまして、もうどれぐらい経ったんやろ ?1 ヶ月ぐらい経ってますかね。で、もう結論言いましょうか、先に。あれから1ヶ月。まだ届いてません。いや、もう皆さんどうですか、これ予想通りですか。私ね、正直来るかな、来えへんかな、もう半々ぐらいかなと思ってたんですけど、いやー、皆さん予想通りですよ。まだ来てないんですよ。でね、あれからどうなったかっていうのを、ちょっと説明しますと、すぐ送りますと言い張ったその約束の日から数日経ったらね、郵送で届くはずなんですけど、それでもね、来ないんですよ。なので、再度私ね、その不動産屋に電話をして、いやもうちょっとこれどうなってるんですかと、約束していただいた日に来ないということなので、ちょっとこれね、もう私も責任者の方からご説明いただきたいということで、不動産屋に電話したんですよね。いや、そしたら、その電話を受け取りはった方が、私が責任者ですっていうようなことを言い張ったんですよね。実はこれね、後になって、いやなんか嘘なのか、私が聞き取り間違ったのかわかんないんですけど、全然違ってただの受付の方やったんですけどね。いやもうね、なんかでも私頭混乱してわけわからん状態になってるんですけど、なんせ、責任者の方に説明してほしいですと。言って私その電話ね、切ったんですよ。で、それから全然また電話かかってこないんですよね。いや、それも2、3日っていうレベルじゃなくて、1週間経っても来ず。いやでね、私もちょっと仕事も忙しいですし、なかなかそんなね、毎日電話するなんてことできないので、ちょっとまた待ってね。で、いよいよ2週間経過して、まだ電話けえへんと。で、もう私ね、もういよいよしびれ切らしました。さすがの私も。ね。もうさすがにの私ももうこれは行くしかないと思って、もう不動産屋にね、もう仕事終わりですよ。もう若干だけ時間空いたので、いやもうこれ行くしかないと思いまして、不動産屋さんに直接出向くことにしました。いや正直もうこれしゃあないんですよね。もうここまで来たらね。でも私ね、もうこれまでもう何度もお話ししたことをやってくれないっていうのがあるので、もう今回ね、証拠残したろうと思って、一応ね、録音したんですよ。それを公開することないですけど、一応証拠のためにね、一応録音の準備もしてもバッチリ
ね、こっちの準備もバッチリですよ。で、不動産屋さんついてもピンポンとね、しまして、そしたら、ほっとこうね、ガラス越しの扉の向こう側からこう顔覗かれた方が、なんとそのね、担当の営業さんだったんですよね。おー、来たかと、これも直接対決かということを思いましてね。で、どうもみたいな感じで来はったんで、どうもと。はい、誰々ですと。契約書の件で来させてもらいましたと、お伝えしました。そしたら、みたいなね、感じになりまして、どうぞ、えらいすみません、みたいなね、来ました、またすみませんと。はい、いつものやつね。はい。で、まあ、こちらどうぞ、みたいに言われたので、はい。じゃあ、いいですか、失礼します。まあ、直接、何もなし来て申し訳ないです、と、ね、私は言いました。はい。で、座らせていただいて、で、まあ、契約書の件で、お話に来させてまいりましたと。ちょっとなかなか電話のやり取りっていうのも全然進まないのでと、はい、いうことで、まあ冷静なんですけどね、まあ若干こう、なんて言うんでしょう、切れ気味というかね、まあこっちもやっぱりこう、今まで思ってることあるんで、まあ冷静には喋りつつも、ちょっと内心はね、こう、イライラは多少ありながらのこう、話の進め方なんですよね。で、そしたら、で、まあ、その営業さんからですね、いや、もう、この度、本当にもう何回もね、もう申し訳ないですと、いう話があって、いや、で、そもそもね、と、はい、もうここからまず私のターンね、はい、私の攻撃ターン、ちょっと、まず私の攻撃ターンね、これね、私のターンで、いや、まず、まあ、今までこうで、送りますって話あったじゃないですかと。はい、ありました。いや、それ送ってないですよね。はい、送ってないんですと。で、その電話された時にね、ちょっと遅れてますっていう話を、電話を受け取った方、まあ、私が責任者ですと名乗られた方がいたんですけど、遅れられるっていうことがあったので、いや、これね、いや、普通ですよ。いや、すぐ説明しませんって言ったんですよ。いや、だって責任者の方から、こう、今どうなってるんか、なんでその遅れてるんかっていうのを、まずはやっぱり説明をすぐしないとダメですよね、普通って言ったら、その営業さん、なんて言ったと思います？常識ですって言い張ったんです。意味わかります？私一瞬ね、これ、はって止まったんですけど、いや、普通じゃなくて、常識ですって言い張ったんですよ。やばない？いや、私ちょっと一瞬止まって、常識って、それ、普通、言葉の間違いを今正したって意味ですか？いや、まあ、不動産業界では、説明をするのが常識という意味ですって言い張ったんです。やばない、この人。いや、結構やばいよね。今、そんなこと言ってる場合ちゃうし、いや、まあでも私ここ落ち着いて、ね、そっちそういう攻めできたと思って、いや、ちょっとわかりました。そうですね。まあ私、もしかしたら、ごめんなさい。言葉の使い方間違ってたかもしれないんで、じゃあわかりましたと。電話をすることが常識なんですねって聞いたら常識です。いや、でもやってませんよね。はい。いや、だからそれやん。まずそこを謝れよと思うわけじゃないですか。ね。その言葉をどうこう言う前に。やばいでしょ。で、いやもうちょっとどんどんいきますよ。いや、こっちがそう攻めたらもう向こうこう来るみたいなね、来てるわけですよ。で、いやもうまあじゃあもうそれはね、まあとりあえず説明いただけなかったっていうことで、もうとにかくもう来るしかないと思って来させてもらったんですと。で、契約書をその遅れてるっていうのは何なんですか？もうとにかくそこのね説明を私聞きたくて仕方がないんで、なんでそんな遅れてんのね、倉庫にあるってずっと言ってるんで、なんで倉庫にその探しに行って、そのあるのかないのかもこう分からん状態なんでね、こっちなんでそれまだ、まあ、もうやってるかもしれへんけど何が遅れてんのっていうね説明が欲しいわけですよ。そしたら、向こうのその営業さんがなんかねレターパックをスッとこう出してきたんですね。で私ねもうちょっとね心づもり若干あったんですよ。何かっていうと、いや実はね送ったんですよって言うんちゃうかなと思ったんです。わかります？いや送ったのに、いや届いてないっすか、おかしいねみたいなね、そんな感じで来るんちゃうかなってちょっと事前に予想してて、そしたらそのレターパック出しはってね、いや実はねこう送った、来たと、やっぱそう、やっぱその手で来たね。
ね、その手で来たかみたいな。いやでもね、そのレターパックってこの剥がしてね、なんか皆さん分かります？レターパックってなんか証拠のために、送った証拠のためになんかこう剥がしてこう残しとくシールみたいなのあるじゃないですか。いやそれがねないんですよ。いやじゃあだとしたら送ってないやんでしょ。わかります？これ言ってみ分かりますよね。いや送った証明のためにそのシール残しとくのが普通なのに、それないんすよね。でその営業さんがいやーないんですよねそのシールが。いやなんでじゃあその話した、なんでその話したで、いやだからね、いや絶対こううちにそのあるはずで、いや普通あったらこう送るんで、送ったらこのレターパックのねこのシールがここに残ってるはずなんですけどね。いやだからそれがないってことは送ってないんでしょって聞いたんですね。そしたらまあそうですね、はい送ってません。いや何のためにこの話した、皆さんこれ何のためやと思います？いや実はね、まだね倉庫行ってなかったんですよ、この私行った時の段階で。すごない？実はまだね倉庫行ってませんって言うんですよ。いやもうほんまなんなん、いやどんだけ時間経ってん倉庫行くのに。いやマジで倉庫沖縄とかにあんの？いやワンチャン海外。いや何これ、どういう状態？いやもうわけわからんでしょ。で倉庫行ってなくて、で結局まだその遅れてる倉庫に行ってないっていう理由のその言い訳が、レターパックで送ったはずで、そのレターパックの証を探してたから倉庫行ってないっていう言い訳なんですよ。いやもう唖然とするでしょ。だってもともとねずっと倉庫にあるんですって言ってた人が倉庫にずっと行かずに、その送った証とかそのレターパック探してるんですよ。いやもうね私この時もだいぶもう頭抱えてますけど、いやもうでもね怒ってもどうしようもないんで、もう冷静にちょっと話をねこう進めていくしかないんで、でもう毎度のことなんですけど、この人のね言ってること私一発で理解できないんで、いやなんでこのレターパック出してきたんですかそもそもって、これ関係あります？いやないですね。ないでしょ。で今この話置いといてください、今関係ないんで、とりあえず倉庫行ったんですか？あ行ってませんと。はあもうねすごいっすよね。いやもうほんまにすごいですよ。はい。いやでまあ結局ねその倉庫に、あるのかないのかっていう話で、いやまだ行ってないっていうことなんでね。でその時にいやもう行きます、倉庫を探しに行きますから。いや当たり前やろ。当たり前、それ早行けよって話なんですけど、いやもうすぐね行きますと、倉庫にいつもう行きますのでね、話をしはって、いやじゃあ分かりました、もうすぐ行ってくださいとね。でもうそんなすぐ行くだけやったらもういつももう話こう何回もで行ってなかったりがあるんで、じゃあいつ行きますか、で行ったらどういう連絡しますかまで詰めて、でそれでお話終わったんですよね、とりあえず。はい。で、まあ、ちょっとごめんなさい。一個、話前後したんですけど、その責任者の説明っていう話でね、で、電話でそういう風に言われましたと。あ、あの子ですねって、電話出てる人ってあの子なんですよ、みたいなね、女性の方指さして、で、あの子がそう言いました？それはないですね、はははって笑いはるんですよ。どういうこと？いや、ただのね、受付なんですよね、その人。いやだから責任者って言うはずないです。いや私確かにねこれ聞いたはずなんですけど、まあこれも私のもしかしたら思い込み、まあ聞き間違いかもしれんので、もうしゃあないですよね、もうこればっかりはね。もうしゃあないんで、いやまあそうですかと。はい、まあただもう私ねごめんなさい、もうここまで来て何回もこうやり取りして、で、もうねもうこれ以上繰り返したくないんですよと。だからとにかくもう今このね営業さんと話してる内容っていうのもちょっとさすがにもう今までこう責任者の方って出てきてらっしゃらないので、責任者の方からご説明いただきたいと思いますって言ったんです。
まあこれが私に残された最後の切り札なんで、はい、もう責任者の方からご説明お願いしますと言いました。そしたら営業さんが一言、私です。